こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。今日は住んでたアパートの話をします。カナダに来て 7,8 年ぐらいかな、一人で住んでたアパートがあって、後に今の旦那とそこで数年一緒に住んでたとこの話なんだけど、22階建ての2階に住んでて、古いんだけどバルコニーも広くて、目の前は小さな公園があって結構気に入ってたの。ある土曜日の朝4時ぐらいだったかな、旦那がトイレに行って帰ってきて、寝てる私にねえトイレの水が流れないんだよって言ってきてさ、半分寝てる私はもう気にしなくていいよって言ってまた寝ようとしたら、なんと数分後、バスルームからボコ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 っていう大きな音をして飛び上がったの。バスルームに行ったらトイレの水がだんだん上がってきてさ、そうしているうちに横にある手を洗うシンクにもお水が溜まってきて、ひえー何これって感じでさ、旦那がすかさず私にビルの管理人に早く連絡するって私に言うんだけど、私の持ってる管理人の番号はもう使われてなくて、このアパートしょっちゅう管理人変わっててさ、今回の人もつい最近に変わったばっかりの人で、新しいの把握してなくて、旦那は911、日本でいう消防署にかけて、彼らが管理人に連絡したの。そうしてる間にもお水はどんどん上がってきて、私たちはもうね、料理に使ってる片手鍋あるじゃない。あれでお水をこうやってすくって、ベランダに持って行って、そこから外に捨ててたの。そしたら今度はバスタブにもお水が溜まってきて、もう気がついたら2人で2時間近くバルコニーに捨てる作業をして、もうヘトヘト。管理人が来たのは約2時間後の6時過ぎよ。管理人は若い兄ちゃんでさ、お水にもうパニックになって固まってる状態なのよ。で、お水がリビングの方にこうやって流れてきたとこを、なんと掃除機で吸い取ろうとしてんの。いや、ちょっと待ってっつって、旦那がそれは感電するから危ないって言って、旦那が逆に管理人を指示している状態だったのよ。彼はね、この件の後、速攻管理人を辞めたわ。業者が来たのはなんと朝の8時過ぎで、私たちはもうそれまで自力でお水を数時間室内からバルコニーに捨ててたんだけど、とうとうバスルームからリビングにお水が流れちゃってさ、5センチぐらいあったかな。もう最悪なのがさ、お水が生温かい温度でおえって感じ。業者さん曰く、上の何階かの人がトイレのキッチンにスポンジやら生理用のナプキンをすべてトイレに流してたらしい。てかありえないっしょ。業者が帰った後、また数時間かけて室内を何度も消毒しながら旦那と2人で掃除したんだけどね、やっぱりさ、なんか印刷機とかこの、床に置いてたから、もう廃棄する羽目になっちゃって、一番びっくりしたのが、お水に使った2つの鍋を捨てようと、とりあえず、廊下の玄関の横に置いてたのよ。そしたらなんと10分もしないうちに誰かに持っていかれたの。トロントってさ、もちろん場所にもよるんだろうけれど、私はダウンタウンに住んでて、外に放置してるとすぐ誰かに持っていかれるの。でもさ、彼らはさ、その鍋がお水に使われたのって知らないじゃない。もちろん洗ったら綺麗になるんだけど、それでもおえって感じよね。その後旦那がアパートのマネージャーに洪水のことを訴えたのよ。そしたらオフィスにいたその彼女ね、旦那の顔も見ず後ろ向きになって、私たちの管轄じゃないからって言ってきてさ、普段おとなしい旦那もさすがにその対応には切れてさ、保健所に電話したわけよ。保健所のスタッフが私たちのところにチェックしに来たのね。バスルームのシンクのこのなんかチューブっていうの、そこがカビ生えてるとか、あと床の隅っこなどいろいろね。保健所のスタッフがその後アパートのマネージャーに指摘したところ、私たちのところにチェックしに行ったけど問題はなかったと平気で嘘ついてたんだよ。その後私たちはそのアパートを引っ越しすることにしたの。私的には独身時代も合わせて約10年住んでた大好きなアパートだったから、洪水のせいで出る羽目になってすごい悲しかったんだけどさ、お水にまみれたアパートには確かに住み続けられないよね。っていうことで今日は洪水の話でした。それではまた次回に続きます。